こんにちは、愛希なのよ。こんにちは、竹ムスなのぜ。今日も楽しく合気道紹介をしていくのよ。武道未経験者にもわかりやすく紹介していきたいと思うのぜ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。というわけで今日はどんな感じで合気道紹介をしていくのかしら。そうだな、今日は組織を中心に合気道の成り立ちを紹介していくのぜ。へえ、組織って何よ。合気道の組織って道場のことでしょ。なんでそんな持って回ったような言い方するのかしら。普段僕たちが合気道を目にするのは基本的に町道場だから、合気がそう感じるのも無理ないのぜ。この後に紹介する組織というのは町道場がより集まったものだと思ってくれていいのぜ。まだちょっとわからないわね。合気道の道場が集まったら一つの組織になるんじゃないのかしら。なるほど、そう思うのも武道未経験者ならば当然なのぜ。合気道経験者にとっては合気道の組織が一つじゃないことは常識なのぜ。なんだって全然知らなかったわ。大丈夫、知らなくても生きていくのに何も困らないのぜ。そんなにいい笑顔で言われても。じゃあなんで組織の紹介なんてするのかしら。それは合気道は組織ごとに特色があるからなのぜ。へえ、合気道って組織によってそんなに違うものなのね。そうなのぜ。組織によっては全く違う武道のように感じてしまうくらいに差がある場合もあるのぜ。というのも合気道を名乗ることに何の資格も基準もないことが要因なのぜ。それって誰でも合気道の道場を新しく作れるってことなの？誤解を恐れずに言えばそういうことなのぜ。まあ組織ごとに何らかの基準があることにはあるのぜ。でもその組織を抜けてしまえばその組織のルールは適用されないのぜ。じゃあ私たちの目にする合気道って一体何なのかしら。私は偽物をつかませられるのは嫌なのよ。何をもって合気道の真贋を判別するのかは難しいところだけれど、武道未経験者でも合気道の成り立ちを知ればある程度判断できるようになると思うのぜ。よかった見分け方があるのね。それなら早く教えなさいよ、ほら早く。落ち着くのぜ、それをこれからゆっくり説明していくのぜ。そうだったわ。それでは、ゆっくり解説の始まり。その前に注意しておくことがあるのぜ。これからは合気道をよく知ってもらうために実在の組織名を出していくのぜ。そして紹介の都合上時系列や紹介が前後してしまうこともあるけれど、それは組織の優劣を表しているわけではないのぜ。このチャンネルでは事実に基づいての紹介に努めるのぜ。そしてその評価は視聴者様に委ねるのぜ。事実に即して賛否両論あってよし、それがこのチャンネルのスタイルなのぜ。あと歴代の宗家や創始者も紹介するけど継承は訳させてもらうぜ。話はもう終わったのかしら。お待たせしたのぜ。大切な話だったのかしら。合気道界の未来を決めるくらいには大切な話だったのぜ。何言ってんだこいつ。それなら文句はないわ。遅れた分を取り戻すのよ。わかったのぜ。まずは合気道が生まれるきっかけになった組織の話をするのぜ。そんなところからやるの？かいつまんで話すのでそんなに長くならないのぜ。前振りかしら。それなら続けてどうぞ。ありがとうなのぜ。まず合気という概念は会津武田家に代々伝わってきたとされているぜ。でも一体いつからどのようにして合気が生まれたのか正確にはわからないのぜ。しかし武田家といえば源平合戦の源氏の系譜であり、戦国大名の武田信玄でも有名な由緒正しいお家柄なのぜ。武田信玄ですって、そう言えば信玄餅って美味しいわよね。そうだな。もう飽きちゃってるなこれは。まあ、それから色々あって、武田家は大名ではなくなり、会津藩に身を寄せることになるのぜ。へえ、そんな由緒正しいお家柄でも没落しちゃうことがあるのね。そうなのぜ。それが戦国時代の下克上ってやつなのぜ。そもそも織田信長が天下布武を発してからは、それまでの婚姻形成者と、話が脱線してないかしら。ごめんなさいなのぜ。二度はないわよ。わかったのぜ。時代は流れて安政6年に武田宗覚が会津藩で生まれたのぜ。
西暦で言えば1859年で大政奉還の8年前だわね。まだ江戸時代の話なの。ここからが大切なのぜ。武田宗覚は明治31年頃から大東流合気柔術の普及のため全国を暗羅したとされているのぜ。これが歴史上初めて合気が表舞台に出た事例だと考えているのぜ。へえ、じゃあここから合気道が全国に広まっていったのね。それは少し違うのぜ。何が違うのかしら。合気を使う武道で合気道なのだから間違ってないでしょう。確かに捉え方によってはそうとも言えるのぜ。でも、武田宗覚は合気柔術を広めたのであって、合気道を名乗ったことはないのぜ。そういう意味では合気道が世に出るのはもっとずっと後のことなのぜ。じゃあ合気道と合気柔術は違うものなの？これは合気道の定義が定まらないうちには答えられない質問なのぜ。でも、このチャンネルでは明確に違うと定義づけるのぜ。その理由は口述するのぜ。じゃあ合気道はいつ生まれたのよ。大正4年に北海道へ滞在していた武田宗覚のところへ上芝森平という壮年の男性が入門するのぜ。この上芝森平が後に合気道を創始するのぜ。やっと合気道が始まるのね。そうだぜ。入門時のエピソードとして、それまで小柄ながら武勇を誇っていた上芝森平が、同じくらいの体格で20歳以上も老齢の武田宗覚に手も足も出なかったとされているのぜ。それはさぞ衝撃的な体験だったでしょうね。すぐさま弟子入りをするくらいには衝撃だったと思うのぜ。その後、武田宗覚から秘伝奥義の免許を授かった上芝森平は10年後の大正14年に黄金体体験を経て、翌年に工部会を設立するのぜ。あれ、合気道じゃないの？そうだぜ、正式に合気道になるのは終戦後のことなのぜ。戦時中の工部会は国の政策で合気を使う武道として分類されるのぜ。また同時期に上芝森平が茨城県岩間町に合気神社を建立するなどして、工部会と合気の既成概念がだんだんと出来上がっていくのぜ。そして終戦後に工部会は合気会へと名を変え正式に合気道と名乗るようになったのぜ。やっとここで合気道が出てくるのね。長い道のりね。いやいや、これくらい日本の悠久の歴史に比べたら一瞬の出来事なのぜ。お仕置きしちゃおうかしら。それで組織の話はどうなったのよ。まずおさらいとして武田宗覚は大東流合気柔術、上芝森平は合気会という組織をそれぞれ創始したのぜ。そしてその二人の合気に関する考え方の違いがそのままその二つの組織の違いになっているのぜ。指定で同じ大東流を学んだのに合気への考え方が違うってどういうことなのよ。これはよくあることなので落ち着くのぜ。同じ現象なのに教えた人と教わった人で考え方が違ってしまうことがよくあることなの。これは人間であれば当然のことなのぜ。合気の技術的な面は別にしても概念的な面はその人の体験や心情から大きく影響を受けると思うのぜ。だからこそ同じ現象でも捉え方が人によって違ってしまうことはごく自然なことなのぜ。逆に全く同じ思想な方が気持ち悪いのぜ。それだと指導じゃなく洗脳になっちゃうのぜ。人間としての違いを受け入れることが寛容であり器の広さだと考えるのぜ。なるほど、理屈はわかったわ。でも話は複雑になったわね。それが人間なのだから仕方がないぜ。武田宗覚と上芝森平の考え方の違いはおそらく上芝森平の黄金体体験から来ていると思うのぜ。さっきも突っ込もうとしたけど、その黄金体体験って何なのよ。これは上芝森平が自身の合気道を開眼するきっかけになった体験のことだぜ。もちろん個人が体験した感覚なので他人が追体験をすることはできないと思うから要注意なのぜ。へえ、そうなのね。試したのかしら。その後、上芝森平は自らの合気のことを竹結合気と呼んでいるのぜ。どこかで聞いたような響きね。武王無合気、それが上芝森平が創始した合気道なのぜ。私たちがこのチャンネルに来た時に付けられた名前。そういうわけで、このチャンネルでは武田宗覚の大東流を合気柔術、上芝森平の竹結合気を合気道と呼び分けるのぜ。なんなのぜ。私たちの名前は竹結合気から付けられてるの。
そうだぜ、今気づいたのかぜ。知ってたの？これは話を聞いてなかった時の顔。まあね、続きいいのかぜ。まあいいわ。お仕置き決定なのだわ。これは何か企んでいる時の顔。これでこの二つの組織の違いは明確になったと思うのぜ。そこからさらに問題が複雑化する要因になった出来事があるのぜ。それは、二人とも弟子がいっぱいいたことなのぜ。それのどこが問題なのよ。いいことじゃないの。それじゃあ愛機はその弟子たちがそれぞれ独立して新しい組織を次々に起こしても同じことが言えるのかぜ。しかも、それぞれが合気道とか合気柔術とか好き勝手名乗っても複雑ではないと思うのかぜ。でも師弟関係ならば、どの組織でもそんなに違わな、気づいたようなのぜ。そう人間は考え方が違うゆえに新しい組織を作るのぜ。そういった経緯から合気道は特定の個人や組織を指す固有名詞ではなく、もっと全体を統括するような広い意味で使われるようになったのぜ。私の負けよ。複雑この上ないわ。これで現状の合気道の組織について正しく認識していただけたと思うのぜ。でも、こんなに複雑なんじゃ。合気道を教わりに行くことがためらわれてしまうわ。それはその通りなんだぜ。そういう点も合気道の敷居が高いと思われてしまう原因の一つなのぜ。なるほど根が深いのね。あれ、そういえば最初の方で見分け方があるって言ってなかったかしら。よく覚えていたのぜ。偉いのぜ。感心。扱いが雑ね。基本的には合気道を作った上柴森平の起こした組織は合気会なのだから、合気道を習いたければ合気会の所属道場に行けば間違いないのぜ。それで終わりなの？合気会以外の組織だと大東流から派生した合気柔術系の組織か、上柴森平の弟子、孫弟子、ひ孫弟子などが独立して起こした組織になるのぜ。まあ合気会も同種を継いでいくからそういう意味で言えば、上柴森平の直弟子が起こした組織ならば合気会と同等の合気道を習うことができるとも言えるのぜ。そうか、合気会といえども弟子がその組織を継いでいくことは避けられないものね。本当は上柴森平から直接習えたらよかったのぜ。亡くなってしまった方からは合気道は習えないものね。そうなのぜ。でも僕らの代わりに直接教わっていた弟子はたくさんいるのぜ。なるべくそういった方々のいる組織から合気道を習うといいのぜ。ただし前述した通り別組織を起こした弟子は上柴森平の合気道とは少し考え方が違うことに注意するのぜ。武道未経験者がその絶妙な違いの良し悪しを判断することは難しいので、合気道によほどの強いこだわりがなければ合気会を選ぶのが無難なのぜ。なるほど、私のような合気道の違いすらよくわからない人間は、とりあえず合気会所属の道場に行ってみたらいいのね。でももし時間と環境が許せば色々な道場に見学に行くといいのぜ。でもどうやって合気会所属の道場を見分けたらいいのかしら。合気会のホームページに行けば道場の検索ができるのぜ。あとは実際に見学に行った時にでも道場長に確認したらいいのぜ。どんな風に？こちらの道場は合気道のどの組織に属してますかと聞けばいいのぜ。基本的には気軽に答えてもらえるのぜ。そこで合気会以外の組織だった場合は後日詳細を調べてもよいし、上柴森平との関係性を聞いても良いと思うのぜ。まあ、そういった組織の相関は後で別動画にしようと考えているのぜ。何か困った場合はコメント欄に情報をもらえたらできる限り調べてみるのぜ。そう、わかったわ。なんだか合気道の敷居はそんなに高くない気がしてきたわ。私も早速合気道道場に出向いてみるのよ。そう思ってくれたのなら嬉しいのぜ。皆様も良い合気道ライフを楽しんでくれなのぜ。今回はこれで終わるのぜ。それでは、ご視聴ありがとうございましたのよ。